こんにちは、ルソレルです。今回は最近枯らしそうな、あるいは枯らしちゃった植物について振り返る動画です。今年も園芸シーズンに入ってきたんですけど、新しい植物を購入する前に振り返ることで、同じ鉄を踏まないようにしようっていう己への戒め動画です。なので、この動画には元気な植物は全然出てきません。まずはネモフィラです。前回の動画で種をまいてめっちゃ順調に育てたんですけど枯らしちゃいました。原因はおそらく根腐れです。プラカップに穴を開けて鉢代わりにしてたんですけど、この鉢めちゃくちゃ水はけ悪いんですよね。表面張力でなかなか水が抜けきらないです。そこに水が溜まっとっても、1日2日でなくなるっしょって思ってたら、その間にネモフィラは根腐れしちゃいました。前回の動画内でもちらって言ってたんですけど、もっと水が抜けやすいように、スリット鉢みたいになるようにカップの縁を切った方が良さそうです。いや、あれ、新芽が出てきてる感じがしますね。めちゃくちゃ根腐れしてるのに不思議です。これ引っこ抜かん方が良かったかもしれません。とりあえず戻します。他にも新芽が出てるように見える株がありますね。このまま枯れちゃうかもしれないんですけど、とりあえず水やりは続けてみます。次はチューリップです。以前動画にしたチューリップです。2株育ててたんですけど、1つは花が咲いた後に、1つは花が咲く前に枯らしちゃいました。原因はおそらく球根内に水が溜まったことです。チューリップの球根は玉ねぎみたいにいくつかの層になってるんですけど、その層と層の間に水が溜まってました。上からジャバジャバ水をあげてたんで、それで水が溜まっちゃったのかもしれません。きっと外やったら問題ないんやと思うんですけど、我が家の環境ではなかなか乾かんかったようで、そこからブヨブヨと腐ってカビが生えちゃいました。根っこの先っぽがダメになったっていう感じはなくって、球根と根っこの付け根の部分が傷んでました。また来年も挑戦しようと思ってるんですけど、その時は私の好きな海外のインスタグラマーの方を真似て、球根のほとんどを土の上に出した状態で育ててみようと思ってます。もしかすると、ただ単に私の水やりの頻度が高すぎっていうだけかもしれないんですけど、いろいろ試すのも園芸の楽しさの一つやと思うんで、試行錯誤しながら来年に向けてまた育ててみようと思います。最後はインドクワズイモです。めちゃくちゃ順調に大きい葉っぱを出してくれとったんですけど、全部落ちちゃいました。原因はおそらく水のやりすぎです。去年の10月頃に4号ロングから5号ロングへと植え替えました。寒くなってきてはいたんですけど、植え替え後もめちゃくちゃよく根っこが動いてたんで、結構な頻度で水をあげてました。本格的に寒くなってきてからも同じような頻度で水やりを続けてたら、ものすんごい根腐れさせちゃいました。そりゃそうですよね。今は根っこの大半を切って4号ロングへと鉢下げした状態です。幸いなことに芋が腐ってる感じはなかったです。最近冷え込むことも少なくなってきたんで、なんとか復活してくれへんかなと様子を見てます。というわけで、最近枯らしそうな、あるいは枯らしちゃった植物について振り返る動画でした。原因はいろいろあるんですけど、元をたどると全部水やりですね。私は元気な株ほど水切れさせたくないって思って、ついつい高頻度に水をあげてしまいがちです。ダメですね。でも今回の動画を作ることで自分の育て方の中で良くないことっていうのが分かったので、今年はそこを改善しながら育てていきます。